事にヨーロッパ出国、モロッコに入りました。これが一つ目の町、フニデクです。はい、I'm come from London, London です。Where you come from? Japan? Okay. Nice to meet you, Nice to brother. meet you. I left London. London? London, yes. You started there? Start London. And then? Holland? France, France, Sorry? France, France? Spain? Spain, Portugal, Portugal? Andalusia, here. And now where you go? South Africa. South Africa? Yeah. How long do you gonna take for that? Maybe 1 year Okay. and 6 months, maybe. Nice. Thank You you. have good travel Bonjour. and see you soon. Thank you. See you Okay, soon. bye. Bye. っていう感じで、全然ヨーロッパと雰囲気が違う、このなんでしょうね、喋りかけてくれる感じ。皆さんこんにちは、朝日です。イギリスから南アフリカまで2万 km の自転車旅、ついにアフリカ大陸に上陸です。スペイン領セウタから陸路でモロッコに入り、これから地中海沿いにサイクリングしてアルジェリア国境手前の町からモロッコの内陸に入り南下していきます。まず最初にモロッコのお金ディルハムを ATM で引き出し、次に重要なインターネットのために SIM カードを買いに行きます。その時地元の人に声をかけられて SIM カードについて英語で翻訳を助けてもらい、それから家に招待してもらいました。なんかめちゃめちゃ匂いしてるこのスープ、美味しそう。オーシャンビュー言うて8月3日です。モロッコに入ったので90日ルールが新しくなりました。前みたいに忙しくせわしなく移動するサイクリングの日々はちょっと休憩。もう一泊してふかって言ってもらえたんでお言葉に甘えます。では今日も楽しんでいきましょう。フニデクっていう町の市場スークです。アラブですね、モロッコですね。ツナ、アボカド、フィグス、オレンジ。It's almost beef. Yeah. Wow, very tasty. On the left, This right, way. and this way. The main road. Okay. It's your time. Good luck. Thank you very much. Have a nice trip. See you soon. ガブリエルさんのお助けで SIM カードが開通できましたので、モロッコを存分に自転車旅できます。アフリカ旅の再スタート、再チャレンジ、ワクワクします。最初の町フニデクを出発してリーフ山地に入りました。標高の高い山はないんですけど、400メートルくらい登って海抜ゼロまで降りてを繰り返す、多分20回くらいそういうアップダウンが続く、なかなか面白い道です。困難があと300キロくらい続いてます。頑張る。リーフ山地では水道がない村がいくつかあり、そこでは井戸水が一般的です。それをこのような甕に入れて道を通る人なら誰でも飲めるようにしてあります。美味しい。地元の人からもここの井戸水はうまいだろうって言われました。それから野宿して翌朝、地元の人に招かれて朝食をいただきました。この家であるものを製造していたんですけど、これがなかなか興味深いんです。This is smell like tobacco, but no tobacco. Ah, interesting. ターバ。これはターバと呼ばれる植物で、風邪をひいた時に使うと治してくれる薬草のようなものだと彼らは言っていました。しかし調べてみると警察に押収される事例もあるようで、薬草といってもそういうことなのかもしれません。リーフ山地は15世紀のスペイン領だった時代からいわゆる雑草、ブロッコリーの生産が盛んでした。現在でもその農家がたくさんあるため、ターバを製造する方がより高値で取引できるそうです。使い方は粉末を鼻から吸うか、
唇と歯茎の間に入れて紙タバコのようにして使えます。燃やして匂いが出ることはないので、どこでも使うことができるのが高値で売れるポイントだそうです。使ってみた感想は、少量だったからだと思うんですけど、鼻の奥が熱くなるように感じただけで、特に何の変化もありませんでした。ということで道に戻ります。アルホセイマ114、ナドールス239、ウジダ362。ナドールまで行けば山道は終わります。230キロ。今日も登ってます。8月のリーフ産地は毎日気温30度以上で滝のように汗をかきます。ただし今は滞在期限を気にしなくていいので、スペイン・アンダルシアに比べると自転車旅は簡単になりました。こっから先がめちゃめちゃ急な坂道、暑いっていうのもあってカフェで休憩しております。Bienvenue Marocain Jibha。 こんにちは。ここはモロッコ北部ジブハっていう港町です。こっからずっと上り坂で暑いんで休憩してたんですけど、このカフェでもう閉めて海行こうかみたいな感じで、まだ3時なんですけどね、そんなノリになってます楽しみ。¿Cómo te estás, What's your name? Moi Najim. Ah, I am Najim. Nejim. Najim. Nejim. Yes. このジブハという町は海水浴でモロッコ人に人気の行き先で、ご覧のように海辺の絶景で有名な場所でもあります。 Nice view. Yeah, beautiful. ビーチ着きました。ここでランチです。海辺では至る所で見かけるイワシのグリル。これがめちゃくちゃ美味しいです。そして日が暮れる前にカフェに戻ります。おはようございます。8月8日朝8時です。昨日昼過ぎにこのカフェに着いて一緒に海行ったりなんやかんやでカフェの裏のスペースでテント張らせてもらって朝になりました。モロッコのこのホスピタリティっていうかな、ほんと最高ですね。感動してます。ということで今日は出発。昨日言ってた上りのきつい坂道を越えて次の町に行きます。はあ、4分の1くらいですかね汗やば。水買おう。いや、休憩。ここで休憩してたらご飯を誘ってもらいました。 Thank you very much. Sardine. Tajin. Bokroです。僕めちゃめちゃ美味しそう。ありがとうございます。もう行こうかいうところなんですけどね、なんかまた別の人からオレンジジュース差し入れもらいました。うんま。モスクここにもモスクということで登り切りました。ここから一旦の下りです。サラマレイコ。ちょっとスピード怖いわ。さっき65キロで取ったで。どっかで一回スピード落とそう。多分ブレーキめっちゃ熱い今。ここ使おう。いや使いづらいな。よっしょ。よっしゃ。こうやってスピードを殺します。めっちゃ綺麗や。すげえ。ここからもう一回同じような登りです。サラムアレイコン。はい、シャクラン。ようやく直射日光のない時間帯。この間にもう一個の山、あと4キロ登ったらハイエストポイント。そこから下ってキャンプスポット見つけます。
こっちの僻地に住んではる人たちは基本的にロバとか馬を使ってここで採れた野菜、ハーブ、そういうものをこのハイウェイ沿いで売って現金を得るっていう感じっぽいですね。汗マジで滝のようやな。はあ、でも全然日光がないだけちょっと楽ですね。登り切った2つ目の山、もう露程も終了っぽいですね。馬が荷物乗せられるのを待機してる感じ。そでこの道通って村に帰っていきはる感じ。夕暮れ綺麗やなほんなら降ります。気をつけて降ります。おはようございます。昨日走ってたハイウェイがそこにありまして、その道沿いの空き地でキャンプ。こんな感じのアップダウンがあと180キロほど続いてまして、単純計算4日から5日こんな日々が続きます。ということで今日も楽しんでいきましょう。平坦な道なら1日 100km の移動が可能なんですけど、坂道の連続では1日に 50km が最大の移動距離です。あ、サンキュー、ショクラン。フィグスの季節です。こういう感じでいただきます。ショクラン。ナイス。ここでキャンプの許可を聞いてみると快諾してくれました。これはパスチースというボードゲームで、日本人にはルールがわからないんですけど、モロッコではどこでもやっている人気のゲームなんです。そしてカフェでくつろぎながら SNS の投稿や返信をして、深夜1時晩ご飯にモロッコ名物料理クスクスをいただきます。クスクスをいただいておりますおはようございます。8月10日朝10時です。モロッコのトイレって和式みたいな形が主流で、バケツに水を汲んでフラッシュさせるっていう感じなんですよね。つまりシャワーを浴びやすい、借りやすいということで朝浴びてきました。出発前にコーヒー頼んで SNS 返信したりメールチェックしたりしてたら朝食出してくれました。ありがとうございます。海です。地中海、海沿いに戻ってきました。山間部からちょっと平坦な地形になりつつあります。昨日はこんな感じの空き地でキャンプしまして、今朝10時です。暑いじゃないですか。正直ね、太陽が上がるとめまいっぽくなってて、毎日休憩が多いんですよね。そんな休憩が多い中でいろんな人に声かけてもらっておごってもらって、なんか本当にそういうサポートありきで進んでるなっていうのを実感してる日々です。では今日も楽しんでいきましょう。ということでこの動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。次回はアフリカにあるもう一つのスペイン領メリリャです。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。